忍耐とはどのようなものだと思いますか？忍びの者は風のごとく、姿なく、おとなしい。徳川家康。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、徳川家康の言霊を紹介していきます。この言葉の意味は、忍耐強く控えめに行動することを指しています。徳川家康は戦国時代の激動を生き抜き、江戸時代の平和を築いた偉大な人物です。この名言は、戦国時代から平和な江戸時代への移り変わりの中で生まれました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まず徳川家康のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。江戸時代を築いた人、徳川家康について学ぶことを楽しみにしていました。ただ、そこまで詳しい知識はないので、わかりやすく教えてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは、ハミルさん。確かに、戦国時代や江戸時代と現代の感覚は異なるから、できるだけわかりやすく説明するね。徳川家康は1543年に三河の国、現在の愛知県で生まれたんだ。幼少期は今川家の人質として過ごしたが、これが彼の忍耐力を鍛える経験となったんだ。家康は織田信長や豊臣秀吉との同盟や対立を経て、戦国時代の混乱を生き抜いた。戦国時代は日本全国で多くの大名が領地をめぐって争った時代で、家康も数々の戦いを経験したんだ。特に有名なのは関ヶ原の戦いで、ここでの勝利が彼の天下統一への道を切り開いたんだ。その後、1603年に征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開いた家康は、約260年間続く平和な時代、江戸時代の礎を築いた。彼の戦国時代を生き抜いた忍耐と知恵が、この平和の基盤を作り上げたんだよ。はい。ここまではなんとなく授業で習ったことを覚えています。では、もっと人柄を知るためにも、家康さんの代名詞でもある忍耐強さを表すエピソードなんかあったら、ぜひ紹介してください。徳川家康の人生には、忍耐強さが試された数々のエピソードがあるよ。その中でも特に有名なのが、三河一向一揆。これは、家康が若い頃、彼の領地である三河の国で起こった一揆、反乱なんだ。三河一向一揆は、仏教の一派である一向宗の信者たちが家康に対して反乱を起こした事件なんだ。家康はこの反乱に直面し、自らの領地が混乱状態に陥った。しかし、家康は冷静に対処し、過酷な状況下でも部下たちと共に戦い、最終的には反乱を鎮圧した。この経験から学んだことは、家康の忍耐強さと計画性なんだ。一揆の鎮圧には時間がかかったが、家康は焦らず、着実に敵の勢力を削りながら進めた。この忍耐力こそが、後に彼が天下を取るための大きな力となったんだよ。また、関ヶ原の戦いでも家康の忍耐力が試されたね。この戦いは、日本の歴史を大きく変える一戦だったが、家康は決して急がず、敵の動きを見極めながら戦略を立てたんだ。戦局が不利に見えた時でも、家康は冷静さを失わず、最終的には勝利を収めたんだよ。もっと詳しく聞きたいところですけど、言霊の紹介までサクサク進んでくれって言われているので我慢します。ただ、家康さんの人柄を知るためにも、もう少しだけ教えてください。江戸時代の始まりについてと、家康さんが影響を受けたことについて教えてください。そうだね。言霊の紹介に尺を残さないとだね。では、質問に対してお話ししてくね。徳川家康が江戸幕府を開いたのは1603年だ。家康は征夷大将軍に任命され、江戸を日本の中心とする新しい時代が始まった。江戸時代は約260年間続き、日本史上最も長い平和な時代となったんだ。江戸幕府は全国の大名を統制し、厳しい法律を制定して社会を安定させた。また、経済を発展させるためにインフラ整備や商業の振興を行った。この結果、江戸は商業や文化の中心地として繁栄し、多くの人々が集まる活気ある都市となったんだ。家康が影響を受けた文化や社会についても注目すべき点がある。まず、彼は中国の儒教思想に深く影響を受けた。儒教の教えである中高礼を重んじ、これを政治の基本としたんだ。家康はこの思想をもとに、家族や社会の秩序を大切にし、平和と安定を追求した。さらに、家康は戦国時代の経験から学んだ忍耐力や柔軟性を生かした。彼は無駄な争いを避け、外交や交渉を重視し、
平和を維持するための戦略を取った。家康は自らの経験や学んだ教えを生かして江戸時代の平和を築き上げたんだ。なるほど。やはり非常に忍耐強く計画的な人物像だったんですね。中高齢を重んじて愛が深い人だったことも伺えますね。さらに無駄な争いは避ける人だったと聞いたことがあります。状況を冷静に判断する力や柔軟性も感じますね。そんな家康さんが残した言霊、忍びの者は風のごとく姿なくおとなしについてもっと詳しく教えてほしいです。正直意味がよく汲み取れなくて。確かにいろんな知識を持っていないと言霊の解釈は難しいかもしれないね。では次のセクションで分かりやすく説明していくよ。最初に知りたいのはやはり言霊の意味です。それに付随するエピソードなんかもあれば教えてください。忍びの者は風のごとく姿なくおとなしとは忍者のように姿を見せず音も立てずに行動することを意味しているんだ。この言葉は控えめにしかし確実に行動することの大切さを教えている。家康は無駄な争いを避け慎重で冷静な行動を重んじた。これは戦国時代の激動の中で彼が学び取った生き方そのものなんだ。家康の体験エピソードの中から言霊の背景を紐解くヒントが隠されているんだ。いくつか紹介するね。今川家の人質生活。家康は幼少期今川家の人質として過ごしたよね。この時期は彼にとって大きな試練だったが忍耐力と冷静さを養う重要な経験となったんだ。人質としての生活は厳しかったが家康は絶えず状況を観察し適応する術を学んだんだよ。桶狭間の戦いとその後の戦略。家康が今川家の人質から解放されて間もなく桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれた。この突然の出来事で家康は独立し三河の国を統治するようになった。家康はこの時焦らずに地域の安定を図りながら勢力を徐々に拡大していった。この戦略的な忍耐と慎重さは彼の成功の基盤となったんだ。本能寺の変への対応。1582年本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれたとされているね。この時家康は堺で商談をしていたが急いで三河へ戻る新勲伊賀越えと呼ばれる逃走劇を展開した。この出来事は家康の機転と迅速な対応力を示している。彼はこの混乱の中でも冷静さを失わず状況を打開するための行動をとったんだ。忍者集団の組織化。家康は日本で初めて組織的に忍者集団を活用したことで知られている。特に有名なのが服部半蔵率いる伊賀忍者たちだ。彼らは家康の情報収集や暗殺防止、敵の撹乱などで重要な役割を果たしたんだ。家康は忍者たちの存在を風のごとく姿なくおとなしとして大切にしその力を最大限に活用した。彼らの助けを借りて家康は多くの戦局を有利に進めることができたんだ。徳川家康の言霊の背景には戦国時代の激動と彼の数々の試練があったんだね。この言霊の意味と家康の体験について理解が深まったかな。はい、とても興味深いエピソードが盛りだくさんでした。そんな慎重派でありチャンスが来たら大胆な行動を取れる家康さんは江戸幕府を築き何を夢見ていたのでしょうか。その夢の原点となるエピソードもあれば教えてください。約260年間にわたる平和な時代江戸時代を築いたんだから相当な強い信念を持っているのが徳川家康だね。家康が夢見ていたのは戦乱の絶えない時代から平和で安定した社会を実現することだった。その原点となるのは彼が若い頃から経験してきた戦乱と混乱の時代を知らなくてはならない。その激動の中で彼は何度も命の危険にさらされ多くの戦いを経験した。この経験が彼の平和を築くための強い意志を形成したんだ。幼少期の今川家の人質生活もかなり影響が強いだろうね。家康は生き延びるために冷静さと忍耐を学んだ。この時期に感じた不安と恐怖が彼の平和への願いの源となったはずだよ。そして関ヶ原の戦いでの勝利は家康にとって天下統一の大きな一歩となった。この勝利を通じて彼は戦乱を終わらせ平和をもたらすためのチャンスと捉え力を存分に発揮したんだ。そしてこのポイントも重要だから簡単にまとめるね。家康の政治思想には儒教の影響が大きい。彼は儒教の教えである中高齢を重んじそれを社会の基本原則とした。儒教は中国から伝わった思想で家族や社会の秩序を重視する教えだ。家康はこれを取り入れ平和で安定した社会を築くための道具としたんだ。中
主君への忠誠を示すこと。家康はこの価値観を強調し、大名たちが忠誠を守るように奨励した。公、親や祖先への孝行。家康は家族の絆を強化し、社会全体の安定を図った。礼儀を重んじること。家康は秩序と礼儀を重視し、社会の規律を保つために儒教の礼を取り入れた。家康はこれらの儒教の教えをもとに、社会の秩序と安定を維持するための法律や制度を整備した。彼の目標は戦乱のない平和な社会を実現し、人々が安心して暮らせる世の中を作ることだった。家族や社会が調和し、全ての人が平和に暮らせる理想的な社会を夢見て奮闘したんだね。すごいな。私だったら、家康さんのような大変な目にあったら、自分ごとしか見えなくなるか、誰かを思いやる余裕とかなくなるような気がするな。では最後の質問です。家康さんは、言霊を通して、音もなく確実に行動し結果を出すことを伝えてくれているんだと思います。よく比較される対象として、豊臣秀吉さんや織田信長さんが挙げられると思うんですけど、この3人の見た、夢の違いや哲学の違いなんかを簡単に教えてくれたらいいなって思います。面白そうだね。徳川家康、豊臣秀吉、そして織田信長。これらの偉大な武将たちはいずれも日本の歴史に大きな影響を与えたけど、それぞれの夢や哲学には違いがあるんだ。夢と哲学をポイントに、それぞれの武将を紹介するね。織田信長。織田信長は戦国時代の覇者として知られ、革新的で大胆な行動をとる人物だった。哲学。信長の哲学は大胆さと革新。彼は新しい技術やアイデアを積極的に取り入れ、変革を推進した。例えば鉄砲の導入や城郭都市の建設などがその代表例だ。夢。信長の夢は戦国の混乱を終わらせ、日本を一つにまとめることだった。豊臣秀吉。豊臣秀吉は農民から天下人へと成り上がった人物。哲学。秀吉の哲学は機智と柔軟性。彼は人心掌握に長け、巧妙な策略で敵を味方に引き入れた。例えば彼の茶の湯文化を通じた社交術や、敵対する大名に対する寛大な処置などがその一例だ。夢。秀吉の夢は日本の統一とその繁栄を確保し、さらにその勢力を朝鮮や中国にまで広げることだった。徳川家康。徳川家康は信長や秀吉の後を継いで最終的に江戸幕府を開き、約260年間続く平和な時代、江戸時代を築いた人物。哲学。家康の哲学は忍耐と安定。彼は無駄な争いを避け、慎重で計画的な行動を重んじた。長期的な視野で物事を考え、確実な結果を求める姿勢が彼の特徴だ。夢。家康の夢は戦乱のない平和で安定した社会を築くことだった。比較をまとめると、織田信長は革新と大胆さを重視し、迅速な変革を推進した。豊臣秀吉は機智と柔軟性を駆使し、人心掌握と外交戦略で日本を統一した。徳川家康は忍耐と安定を重視し、長期的な平和と繁栄を実現することを目指した。それぞれの偉大な武将たちがどのようにして日本の歴史に影響を与えたのか、その背景を知ることで彼らの言霊や行動がより一層鮮明に見えてくるね。本当にそうですね。それぞれが大きな夢、強い信念を持っていますけど、よくよく紐解けばかなりニュアンスに違いがありますね。いつかこれらを深掘る動画も作ってほしいです。ここからは家康さんの言霊から私たちが現代や未来に向けてどんな風に活かせるのかをディスカッションさせてください。もちろん最近のハミルさんは鋭い意見をくれるから楽しみだよ。それでは次のセクションで進めていこう。徳川家康の言霊から私たちが学び、未来に生かせることについて話すためのトピックを考えてみたよ。忍耐力を持つことの重要性、計画性と戦略の大切さ、柔軟な対応力、冷静さと冷静な判断、他者との協力と信頼関係の構築。これらの教訓を未来にどう生かせるか考えてみようか。冷静さと冷静な判断についてお願いします。家康さんはたくさんの困難を乗り越えてきたんですよね。しかも冷静に。でも私は大変な状況になるとテンパってしまうというより頭が真っ白になっちゃうんです。こんな時にどのように行動したらいいのかについて知りたいです。ハミルさんは
自己分析も鋭いところをついているね。では、冷静というテーマで話を進めていくね。冷静の反対を考えると、感情的になるということを想像するかもしれないけど、頭が真っ白になってしまうというのも、感情が溢れないよう、本能的にイミッターをかけてしまっている状態なんだ。だから、冷静とは違ってくるよね。冷静になるためには、まずは一旦落ち着くことが大事なんだ。家康は、どんな緊急事態でもまず冷静さを保つことを心がけていたようだ。私たちも困難な状況に直面したとき、まずは深呼吸をして気持ちを落ち着けよう。確かにそうですね。頭が真っ白になったら、深呼吸で心を落ち着かせて、頭を考えられる状態にすることが大事なんですね。考えられるようになったら、今度は状況に対応していくと思うんですけど、意識した方がいいポイントってありますか？次に現実を整理する、事実を整理するという段階に進んでいけばいいね。家康は状況を冷静に分析し、事実を正確に把握することを大切にしていた。頭が真っ白になりそうな時は、紙とペンを使って状況を書き出すと良いとされているよ。確かにそうですね。何が起きているのか、どのような選択肢があるのかを整理することで状況を把握できるんだ。そうすれば、具体的な行動のアイデアが出てきますもんね。その通りだよ。そして次の段階だ。整理したことに優先順位をつけるといい。家康は数多くの選択肢の中から最善の行動を選び取るために優先順位をつけることを心がけていた。私たちも最も重要なことから順番に対処していくと心に決めておけば慌てることも減るはずだね。本当にその通りです。一度に全てを解決しようとするとパニックになりやすいけど、優先順位をつけることで一つ一つ確実に対処できるんだって気づけました。あ、でもアイデアが出てきても取り組むための具体策が出てこなかったらどうしよう。もしそれでもなかなかうまくいかなければ、小さなステップに分けることを心がけるといいんだ。家康は大きな目標を達成するためにそれを小さなステップに分けて取り組んでいた。困難な状況に直面した時も小さなステップに分けて取り組むことで少しずつ前進できるから、止まっているよりはよほどいいはずだよね。納得です。最後に、信頼できる人に相談することを忘れちゃいけない。家康は多くの部下や同盟者の助けを借りて成功を収めた。私たちも一人で抱え込まずに信頼できる人に相談することで新しい視点やアドバイスを得ることができるよ。周囲の人々のサポートを受けながら冷静に対処することが大切だ。たくさんのヒントが家康さんの言霊には隠されているんですね。とてもやる気が出てきました。成長のために大きな壁が来ないかななんて思っちゃってます。見ている皆さんは何か感じるところはありましたか？よかったら私へのアドバイスも含めてコメント欄に感想を書いてくださいね。今日はたくさん成長できた気がします。家康さんの言霊を学ばせていただきありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。忍耐とはどのようなものだと思いますか？徳川家康の言霊、忍びの者は風のごとく、姿なく、おとなしを通じて、彼の忍耐力や冷静さ、計画性について学びました。戦国時代の激動の中で、家康は冷静さを保ち、最善の判断を下すことで数々の困難を乗り越えました。この教訓は現代の私たちにとっても非常に有益です。冷静さを保ち、状況を冷静に分析し、適切な行動をとることで、私たちも困難を乗り越える力を得ることができるのかもしれません。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。